あっちだ。なんだ。腹痛らしい。こりゃ助からないな。医者か。ここはたまりか。頼む、使いを。お頭、残念だったな。ひでえ病になれば五郎から出されて不眠が任されたたまりに移される。そこなら外との渡りもつけられるとの決死のクソ食い。老名主か。そしてこの百姓楼の老名主様はちょっと違う。大概の病人ならちょいちょいと治しちまう。何せ俺様はこの国最高の乱暴医。よっ、お頭、日本一。なんとも胸のすく話じゃねえか。鳥居が連れて行った小笠原貢などは内田や奥村さんの測量をただ見ているだけだったというぞ。目付の鳥居会の神はそのことで面目を潰されたことになりますが。お前は城山宝三郎です、先生。城山。ああ、奥村さんの甥いだったな。はい。そりゃ鳥居は面白くねえさ。お上が沿岸の測量を命じたのは外国船の接近に備える陣地を作るため。それをしくじったとあればな。これでもう時の流れは止められぬ。内田や奥村さんをお上が認めるしかない。だが一番偉えのはその二人の師匠、この高野長英様だがな。高野長英先生。なんだい、やっと気づいたのかよ、城山。お亡くなりになられたかと。5年も暮らして今じゃ老名主様よ。内田とは今でも手紙のやり取りをしている。聞いてねえか。どうした青い顔して。ちょっと見てやろうか。ほうほう、あ、そうだった。破門されたんだな、てめえは。俺たちを裏切ったせいで。先生を裏切った。本当ですか。いかがなされた、南町奉行殿。昨日老奉行石出立脇より使いが参りました。上がり屋にて取り調べを受けておりました小笠原貢の子宝三郎、病にて死亡と。小笠原が。小笠原。さて何者であったかな。確かこの正月佃島にて漁師どもを害した罪で捕らえられた旗本ではなかったか。ご案じめざるな。これで噂通り水野様が再びお取り立てになっても怪しの一件も早口にする者はおられませぬ。なんとか間に合いましたな。上様は本気で兄上をまた老中とされるつもりだ。その前に小笠原が消えてくれたとは。どこに目ん玉つけてるんで。嘘だ。水野様につけ入られるためには怪しと自分たちは無関係。いや、怪しなどというものは存在しなかったということにしておきたい。それが跡部安倍の本音であろうな。小笠原様、
そやっぱり何とかして助け出すべきだった。俺たちだって追われているんだ。いや実はな、私ですよ。厳罰か。困ったことになりました。才蔵が飛び出しちまった。お願いだ、意外を引き取らせてくれ。小笠原何がしなどという者はおらん。嘘だ、亡くなったと聞いた。お願いだ、小笠原様に会わせてくれ。あいつなんで逃げろ才蔵。竜道、小笠原様は無事だ。じゃあ今役人を呼ばれたらことだ。行け。ユキ、捕まえたぜ。親分、俺たちを追っても手柄にはならないぜ。やっぱり生きてやがったな。おめえたちはみんな死んじまった。綾しなんてものはいなかったなんて言われてたけどよ。ああ、今の俺たちは幽霊も同じ。生きてやがった。生きて。なあ、まだ綾しやってんのか。バケモン退治してんのか。なあ。今じゃ俺たちが化け物さ。ユキ、上様はご無事か。どうすればいい。用意を始末せよか。綾しとか言うんだろう。お前の役目は。申し訳ございませぬ。だからよ、もう謝ることもねえさ。小関さん、なんでこんなことが。高野さん、あれを燃やしてあなたは逃げて。それはヤソのイエスとかいう神の子の話だ。渡辺さんに頼まれて和解していると聞いたことがある。ヤソ。鳥居たちは先生たちに陰謀ありとして次々に捕らえています。そんなものが見つかったら行くぞ。どちらへ。奉行所だ。今月の月番は南北どっちだ。高野先生。小関さんや渡辺が何をした。俺様と今の世を嘆いていただけだ。外国船が近づいただけで打ち払えと命じる今の幕府はおかしい。これでは俺たちはいつまでたっても外国に行くことなど夢のまた夢。俺に罪があるかどうか堂々と申し開きしてみせる。来ないか。父と叔父に話を。俺様としたことが鳥居を見くびってたよ。あることないことでっち上げてこの始末だ。俺と一緒に牢に入れられた奴ら半年も持たずに死んでいった。私もそうなるはずだったんでしょう。せっかくうまくやったのにな。
幸三郎、花井さんがいらしたわよ。あと小笠原様という方が。小笠原、小人目付の小笠原貢か。今回の番社取締りを取り仕切った。私も取り込み中かね。小笠原様は君のような若者が蘭学を学んでいたというだけで将来を潰されてしまうのは見るに耐えないと言われるのだよ。今の嵐が過ぎればまた蘭学が必要な時代が来る。そのために君を養子に迎えられないかとね。鳥居の腹心小笠原の養子となれば将来は約束されたも同然。なのに綾氏などというものを率いてわざわざ跡部や安倍に利用され。私は間違ったとは思っておりません。つまらぬことだ。赤猫招きだ。赤猫とは火事のことでしたか。ああして火の粉を招いて、もしかして牢に火が移れば切り離しがある。囚人を焼け死なさぬため逃がしてくださる。もちろん戻ってくると約束させられるが、2日か3日町にいられる。赤猫は用意の名でもある。外に出て火事でも起こして、そう願うこいつらの思いが集まると火の化け物が本当に生まれることになる。今日みてえな火事の後は危ねえ。綾氏の出番かね。お頭、才蔵、暁斎、行かせてくれ。お頭のところへ。行ってどうする。それは才蔵さん。お頭は死んだことにして百姓の入る牢に移された。みんな鳥居がやってくれたことだ。それで無事に済むのか。小伝馬町の大老といえば疫病の巣というし、凶悪な囚人たちに目をつけられればたちまち柵にかけると言って殺されるという。だが小笠原を助けになど行けばみんな無駄死にするだけだ。綾氏などというのは何の益もないいらぬもの。さっさと消えてしまえと言われたわけですからね。今さら小笠原さんが戻ってこられてもどうしようもない。それでも私にはお頭が必要だ。お前あの若侍が好きだったのか。違う、才蔵が好きなのは雪圧だ。違うだろう。才蔵が慕ってるのは小笠原さんだ。雪圧には大間がいるしね。だから小笠原なのか。いい加減にしろ。私は誰かを好きだなどという軽薄な理由で生き方を決めるのではない。お前は女だ。だが男でもある。いや、私はただの才蔵だ。私は綾氏であるということで生きる意味がある。それを失いたくない。今夜お奉行が参られる。鳥居が。牢内の小笠原から書状だ。それで差し入れでも頼んできましたか。牢に用意が出るかもしれないそうだ。行こう。簡単に言うな。これはどういうことだ。
俺たちが牢に出向いて怪しとしての役を果たせば必ず騒ぎになる。そこまでは望んじゃいまい。そうとも言えぬ。小伝馬町の牢に決して逃してはならぬ男がおる。火事が起きればあの男が何をしでかすかわからぬ。あれが赤猫だ。牢屋の中で死んだ者を運び出したり雑用させるために何人もの不眠が雇われます。その不眠の一人として紛れ込む手はずなのだろう。だが竜道では昔知っていた者がいて騒ぎになるかもしれない。アビア厳罰では目立ちすぎる。私しかいない。不眠の証は入れ墨と曲げを言ってないこと。もう少し考えませんか。私は怪しだ。お頭を救う。私はどのようにでも生きられる。だがそれでは生きているというだけだ。新しくこの牢の係となる不眠で映像だそうだ。ああ、城山。牢名主の俺様はあいつに用を言いつけることができる。どうすればいいか命を出してやれ。雪八さん、あいつだけはなんとかただの女にしてやれないかと思っていた。今さら何を言ってるんですか。私たちは用意の肉を食べなければどうにもたまらなくなっちまう。まともになんか生きられやしない。これ言いつかった酒と紙です。あとお釣り。取っておけ。赤猫はどうだ。昨夜も2度ほど見かけました。大きくなっている気がする。お頭は何と。ますます大きくなるかもしれないと言っていた。なぜ。この暑さだ。みんな少しでも外に出たいと願う。火事が起これば外に出られるのですか。ああ、切り離しと言ってな。そういえば水野が老中に返り咲いたそうだな。ええ。じゃあ俺も小笠原も長くないな。今度こそ始末される。おっと、違う。お前にやってほしいことは火を消すことだ。火を起こすことじゃない。神の数の数の
私の前には2つの力があるようだ。用意を鎮めるものと用意を力づけ戦いへと誘うもの。大きくなれ、焼き尽くせ。お奉行、小伝馬町にて火事が。このままではあの男高野長英が外に出てまいります。ならぬ、それはならぬぞ。才蔵、どこにいるのだ。地獄の果てにそびえる死者の山。人は7つの大罪を背負いこの山を登る。その山の名は煉獄山。怪し新曲三の極。